さて今日も解説の方をしていきたいと思います。今日は何の話が聞けるのでしょうか？今回は陰謀論を信じる人は一体どんな人なのって話をしていきます。陰謀論って昔からあるイメージですけど、最近は普通に目にする機会が格段に増えた気がします。最近は YouTube も陰謀論的な反ワクチン動画をアカウントごと削除するという行動に出ていることがちょっと驚いたわ。確かに YouTube もそこまでやるんだって思いましたね。まあ YouTube がダメになっても他の SNS でデマや陰謀論に関する情報自体は発信できますしね。実際 Twitter とか SNS を見ている人なら一つや二つくらいは陰謀論を見かけたことがあると思いますし。そうね。ではここいらで本題の方に移りたいと思いますが、そういう陰謀論を信じる人はどんな特徴があるのかを調べた研究をご紹介します。まず、新型コロナの陰謀論について、カナダとアメリカの住民797人を対象に調査が行われました。全員に対して、新型コロナは生物兵器であるとか、新型コロナは人口過剰を管理するための手段であるといった典型的な陰謀論にどれぐらい賛成するのか、また、全員のメンタルの状態や考え方も一緒に調べました。そして、最初の調査から1ヶ月後に、もう一度調査を行ったところ、参加者の約 50% は、新型コロナに関する陰謀論を少なくとも一つは信じており、しかも、陰謀論を信じる人ほど不安に悩まされている傾向にあったのです。どうやら陰謀論を支持する参加者は、私は愛されていないとか、他人はみんな攻撃的であるといったネガティブな考え方を持ちやすい傾向にあるだけでなく、陰謀論を信じることで、自分のメンタルをさらに悪化させている可能性があるみたいです。つまり、メンタルが悪化している人ほど陰謀論を信じやすく、さらに、その陰謀論を信じることで、自分のメンタルを悪化させているという悪循環に陥っているんですね。そうね。ちなみに、研究者たちは、どうしていいかわからないという場面において、メンタルのバランスを取るために陰謀論は発生するのではないかと考えているようです。また、研究チームは、他の研究では、陰謀論を信じる人ほど、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの取り方、ワクチンの接種など、政府のガイドラインに従う可能性が低いとも報告されている。これに加えて、今回の結果によれば、陰謀論は、それを信じている人にも悪影響を及ぼすことが分かった。とコメントしています。陰謀論を信じた人って説得できないんでしょうか？いや、陰謀論を信じる人を説得するのはかなり難しいの。例えば、イリノイ大学の研究で、1994年から2015年の間に出た、間違った情報を信じ込んでいる人を正す方法はあるのかに関する先行研究から、質が高い6878人分のデータをまとめたメタ分析を行いました。分析の結果、ある程度の思い込みを修正することはできても、完全に修正するのはほぼ不可能だということが分かりました。つまり、陰謀論やフェイクニュースを信じ込んだ人に、逆洗脳をかけて、元の道に戻すのは不可能という結果になったのです。自分自身で間違いに気がつく以外は、説得しても無駄というのが悲しいところですね。あと、頭が悪い人ほどフェイクニュースや陰謀論を信じやすいといった話を耳にしますが、実際、ゲント大学の研究から、認知能力の低さと陰謀論の信じやすさには相関関係があると示唆されています。あんまりいい言い方とは思いませんが、やっぱり、頭の良さと陰謀論の信じやすさには関係がありそうなんですね。とはいえ、頭が良ければ騙されないなんて話にはなっていないから注意してね。その理由は、真実の錯誤効果という脳の錯覚があるからなの。真実の錯誤効果とは、同じ情報に何度も触れ続けると、その情報を本当だと思いやすくなるという現象を指します。先ほど紹介したゲント大学では、7つの研究を通して、頭が良いとフェイクニュースに騙されにくいのかを調べました。その結果は、たとえ頭が良くても、何度も同じ情報を目にすると、それを真実だと感じてしまう傾向にあることが分かりました。つまり、頭の回転が速かろうが、分析的な能力が高かろうが、フェイクニュースの信じやすさは、他の人と変わらないということです。フェイクニュースや陰謀論を信じる人の中に、
頭の良い人が混じっていることがあるので疑問に感じていましたが、なんとなく、その理由が分かった気がします。ちなみに、新型コロナのワクチンが怖いとか、ワクチンは嫌だみたいな意見は、ネットなどでたまに見かけると思います。その理由も、単に副反応を嫌がるケースから、マイクロチップがみたいな陰謀論を恐れるケースまで、ワクチンを怖がる理由は様々です。そこで、クイーンズランド大学が行った2018年の研究は、反ワクチン運動をする人はどんな人なのかを調べました。研究チームは、世界24カ国と香港から5323名の男女に協力を依頼して、調査票を送り、全員の反ワクチン接種に対する態度を測定し、それから、反ワクチンの人に特有の心理を抽出しました。調査の結果、反ワクチンには4つのモチベーションがあると結論を出しました。それが、陰謀論的な考え方、嫌悪感、反発、個人主義の4つです。陰謀論的考え方とは、悪意のある組織が、ワクチンで人を洗脳しようとしているみたいな話を本気で信じた上で、反ワクチンを支持している人のことを指します。嫌悪感とは、注射に対して、痛いのが嫌だとか、針が嫌いといった理由で反ワクチンを支持している人のことを指します。反発は、目立ちたいという理由をもとに反ワクチンを信奉している人のことで、逆張りをすることで注目を集めたいタイプです。そして最後は個人主義で、自分のことは自分で決めるのが当然とか、政府は我々の日常生活に干渉しすぎているといった思考が強すぎるあまり、反ワクチンに走ってしまう人を指します。以上の思考にはまっている相手は、いくら正しいデータを持ち出したところで、説得はかなり難しいでしょう。単に陰謀論を信じているケースから、注射が嫌だから反ワクチンになってしまうケースまでいろいろあるんですね。でも、結局は説得不可能というところは悲しいです。そう。だから YouTube なんかが、言論の自由とかを度外視してでも、陰謀論的な動画の削除を始めたのは、警告や注意喚起とか、そんなもんを陰謀論者に言っても無駄だと理解しているからだと思うわ。まあ実際、本気で行動に移すつもりがあるのかはわかりませんが、今後の動向に注視したいところですね。そういうことね。はい、というわけで今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。あと他にもベルマークとかを押してもらうと、最新の動画などを見逃さずに済むので、ぜひ利用してくださいね。